こんにちは、パンナです。今回は大迫力の景色、そして昭和レトロな車内を楽しめる都心から一番近い蒸気機関車 SL パレオエクスプレスに乗って秩父から長瀞に行ってきました。スタートは西武秩父駅からすぐ近くのお花畑駅、別名芝桜駅とも言われています。駅の周辺にはレトロな雰囲気のお店が並んでいました。今回乗車する SL パレオエクスプレスは秩父鉄道が秩父本線の熊谷駅から三峰口駅間で土日祝日を中心に1日1往復運行している蒸気機関車です。今回はお花畑駅から長瀞駅まで合計34分間の乗車になります。ホームでワクワクしながら待っていると SL パレオエクスプレスの車体が見えてきました。煙を黙々と吐きながら近づいてくる蒸気機関車は迫力満点でとってもかっこいいです。前面にはナンバープレートもついています。ちなみにナンバープレートにはしっかりと意味があって機関車のタイプや型、製造番号などを表しています。客車のボディカラーは落ち着いた色調のワインレッド、旧型客車をイメージさせる外観となっています。今回私が予約したのは3号車、4号車が先頭の車両なので前から2番目の車両です。それでは乗車します。客車はワインレッドを基調とした木目調の内装に4人掛けのボックスシートが並び昭和レトロな雰囲気となっています。座席は全席指定席、私の席は 7A です。座ってみるとシートもふかふかで乗り心地が良かったです。そしていよいよお花畑駅を出発です。車内アナウンスは秩父市出身の落語家林家たい平さんが務めており、沿線の見どころを紹介されていました。ホームからは多くの人が手を振ってくれていて楽しい気分になります。この日は土日だったのですが意外と席が空いていたので広々と使わせていただきました。足元にもゆとりがあります。そしてまずは最初の停車駅秩父に到着です。駅を出発するときは汽笛の音を楽しめます。この音を聞くとザ・ SL っていう感じでワクワクしますね。ゆっくりと駅を出発します。秩父を出発して窓を開けてみました。少し肌寒いですが SL の音や煙をダイレクトに感じることができました。ゆらゆらと揺られながら車窓からの景色を楽しみます。和道黒谷駅まで進むと一つ目の見どころポイント、日本で最初の流通貨幣と言われている和道開珍のモニュメントがあります。この地域では自然銅が採掘され、それをもとに和道開珍が作られていたようです。和道黒谷駅を出発して景色を楽しんでいると車内販売も回ってきていました。今回は頼みませんでしたがジェラートが美味しそうでした。そしてどんどん進んでいき皆野駅に到着です。皆野駅を越えたあたりで見どころポイントがやってきます。大きいカーブに差し掛かるので後ろの車両の車窓から SL パレオエクスプレスが走っている姿を見ることができます。今回は前から2両目だったのでこの程度でしたが、さらに後ろの車両を選択するとより綺麗に見えると思います。カーブ区間を過ぎたところで停車している貨物輸送列車に遭遇することができました。秩父鉄道は秩父に乗り入れてから長い間採掘された石灰石の輸送を担っており、西武秩父線が開業された理由も武甲山の石灰石輸送のためです。実際に貨物輸送列車を見ることができて感動しました。ここまで来ると長瀞はもうすぐです。上長瀞駅の手前で汽笛の音とともに荒川を眺めます。この景色が綺麗すぎてこの荒川を眺めるだけでも SL に乗った甲斐がありました。まだ少し紅葉も残っていて最高です。 SL で荒川を通る際はぜひ窓を開けて楽しんでください。そして長瀞に到着。
ここで下車するのですが、長瀞では6分ほど停車するので、しっかりと外観を見ておきたいと思います。改めて SL を正面から見てみても、黒いツヤツヤのボディがとってもかっこいいです。記念撮影を試みましたが、人が多すぎて断念。気を取り直して横に回ると、なんと運転席を見ることができました。運転席にはブレーキレバーや蒸気圧計、水温計、速度計などたくさんの機器類がありました。SL の運転席を見れる機会なんてほとんどないので、とてもテンションが上がりました。そろそろ SL も出発の時間です。大きな汽笛を鳴らして SL が出発します。SL への乗車はロマンあふれる体験でとっても楽しかったです。1日1往復のみの運行、そして乗車日も限られるので、なかなかスケジュールを合わせるのが大変ですが、とってもおすすめの列車です。今回は一部区間のみの乗車で結構慌ただしかったので、次回はぜひ三峰口駅から熊谷駅までフル区間で乗車してみたいです。そして最後の最後まで SL をお見送りします。はい、長瀞に着きました。もう SL 最高でした。窓から眺める景色も綺麗でしたし、蒸気もねすごく迫力がありました。じゃあね、これから長瀞のあたりを観光していこうかなと思います。最初に向かったのは商店街を抜けた先にある長瀞岩畳。到着すると畳を重ねたような美しい白い岩肌が現れました。この長瀞一帯の地層は約1億6000万から1億年前に形成された海洋近くの玄武岩と海溝に積もった砂や泥といった堆積物が元になっています。それらが地下深いところで変成し、その後の地殻変動などによって地表に現れたのがこの辺りの岩です。成り立ちを考えると、とてつもなく長い年月がこの岩畳に流れているんだなと思います。岩畳をしっかりと鑑賞したところで、ライン下りを横目に見ながら次の目的地へ向かいます。続いて向かったのは宝登山神社。長瀞駅から徒歩15分ほどの場所にあり、1900年の歴史を持つ神社です。神社までの坂道をどんどん登っていきます。坂道を登り切ったところで境内入り口に到着です。境内入り口には昭和天皇のご成婚を祝って植栽された愛称の松があります。ここは縁結びスポットとしても有名です。愛称の松のそばには大きな鳥居が。ここをくぐると社殿まではもうすぐです。社殿に到着。宝登山神社は今から約1900年前、大和武尊が宝登山山頂に皇室の祖先にあたる桓武天皇、山の神、火の神を祀ったのが始まりと言われています。しっかりと参拝したところで、神社での恒例行事、おみくじを引いていきます。おみくじはこんな感じで、可愛い打ち出の小槌の容器に入っていました。おみくじの結果は吉。秩父神社で引いた時も吉だったので、なかなか運勢は変わらないですね。ちなみに宝登山はロープウェイで山頂に登ることもできます。山頂には宝登山神社の奥宮や小さな動物園があります。今回はロープウェイの営業時間が終了してしまっていました。もう日が暮れる時間帯、お店も閉まってきたのでそろそろ帰ろうと思います。帰りは長瀞からお花畑駅まで秩父鉄道で移動。西武秩父駅で特急ラビューに乗り換えて東京に帰ります。日帰りの秩父長瀞観光、大満足の旅でした。ちなみに帰りはちゃっかりとシュークリームを食べながら帰りました。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も旅の動画を発信していくので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。